F1 日本サポートレースで開幕戦を迎えましたポルシェカレラカップジャパン2024は中盤戦を迎え、ここ岡山国際サーキットにて第4戦、第5戦が行われます。本日の天候は晴れ、気温は29度、路面温度は46度となっています。それでは第4戦スターティンググリッドをご紹介しましょう。10番グリッドからはカーナンバー88リンゴレーシングタイガーウー。ポノスレーシング with 海外11番グリッドはカーナンバー45辻子頼勝。続いて12番グリッドですが、こちらはアマクラス4番手タイムをマークしていますスカイモータースポーツカーナンバー36スカイチェン。13番グリッド、こちらもアマクラスのドライバーになりますハイパーウォーターレーシングチームのグリーンのマシンです。カーナンバーは17池田。そして14番グリッドになります。こちらはですね、今日の予選では、この30分間という時間をですね、非常に大切に使って走り込んでいました。マシン名は NGR となっています。カーナンバー16ヒロ。以上14名のドライバーによって決勝レースが行われます。PCCJ ポルシェカレラカップジャパン今シーズンの第4戦決勝レーススターティンググリッドをご紹介しました。決勝は17周ないしは最大時間が30分というですね、こういったルールのもと行われてまいります。さあ改めてグリッド上、プロクラス、プロアマクラス、アマクラスのゼッケンナンバー改めて見ていきましょう。まずプロクラスは4台のエントリーとなっていました。こちらが1列目と2列目、フロントウィンドウ右のゼッケンですね、これは白ゼッケンとなっています。クラスのトップタイムをマークしたのはカーナンバー60番の伊藤黎明選手、2024年現段階でのポイントリーダーともなっています。第1戦の鈴鹿、そして第2戦第3戦となりました富士スピードウェイとですね、3戦いずれもトップチェッカーとなっています。トータルポイントはここまで、75ポイント、優勝を飾りますと25ポイントかける3ということですので、伊藤黎明選手がこれまでのですねマックスポイントを取っているドライバーということになります。続いてランキング2番手になりますのがカーナンバー7をつけます山田亮選手、今回予選では4番手タイムをマークしました。第1戦、第2戦、第3戦といずれも2番手チェッカー20ポイントを得ましてトータルポイントは60ポイントとなっています。さあスタート3分前の表示が出ます。スタート3分前です。そしてランキング3、その時にタイプ992の現行のですね、このカップカーを乗った時になんかめちゃくちゃ速いねなんてね、そんな話をされていたのを思い出します。さあボディサイズも大きくなりまして、そしてですね、パワーも上がっている。そしてポルシェといいますとやっぱりブレーキング、これにも定評ありますしね、あとはリアにエンジンが搭載されていますので、そしてリアのタイヤが駆動していきます。ですのでスタートをバッチリ決めてロケットスタートという面でいきますとね、このポルシェの真骨頂、ロケットスタートは 4WD、 そしてその 4WD に続きこの RR リアエンジンリアドライブのマシンもですね、ぐっとこのリアタイヤ、ぶっといタイヤですけどもね、そこにそのぐっとパワーをかけていく。そして1コーナー先頭で入っていくのは一体誰になるんでしょう。さあこの後は3時になりますと隊列を整えてのフォーメーションラップへと向かいます。さあ公式予選ではまず伊藤黎明選手が1分30秒439というタイムをマークしまして全体のベストタイムをマークしています。そして2番手にはカーナンバー90番の呉亮介選手が1分30秒86、3番手にはカーナンバー91辺山龍馬選手が1分31秒377、そして4番手にカーナンバー7番ランキング2番手山田亮選手が1分31秒5。さあ上位勢見ていきますと1分30秒台で伊藤、そして呉、フロントロー2名のドライバー、そして31秒台前半のラップタイムでヘンザイバーまでのタイム差がコンマ6秒ありませんでした。プロアマではですね
2人のドライバーがここまで捉えます。9番武井と10番の本木。さあこの2人がそれぞれ勝ち星を挙げています。3列目の5番グリッドと6番グリッドのマシンであります。さあ17周のレースが行われます PCCJ ポルシェカレラカップジャパン今シーズンの第4戦、14台すべてグリッド上を整えました。さあ後方グリーンフラッグが振られまして、さあ17周のレース、レッドシグナルカウントアップが始まった。オールレッドブラックアウト決勝スタート。さあちょっと変山のスタートが遅れてしまった。そしてその後ろから武井も、そして本木も狙っていきます。ポイショットは伊藤黎明、2番手には国亮介、フロントローはこういったオーダーでは武井、5番手本木。しかし2コーナーでインから変山のマシンが再び5番手まで上がっていきます。イン側を狙おうとしていきます。がしかしここはですね武井4番手をキープ。さあ早くも伊藤黎明が2番手の呉亮介に差をつけようという展開。3番手の山田亮はまだタイヤを温めている。そして4番手の瀬はヘアピンコーナーだ。さあ変山は1周終了、2周目に入ります。2番手呉、3番手は山田、4番手に変山、5番手争いはプラームの突破争いになります。武井と本木、その後ろ浜崎のマシンも3番手のオーダーで今2周目に入りました。5番手争いがこれが今プラームの突破争いになるんですが、これかなり接近していますね。武井、本木、浜崎のマシンです。現在は5番手争いとなりまして、後々立ち上がっていきました。空いてきましたんで、さあまず序盤の注目はこのプラームの突破争いになりますね。2周目のヘアピンコーナーにやってきました。さあその後ろはアマクラスの突破争いも、ここはもうタイガーウッド、バンクシー2台の争いになっています。さあトップの伊藤黎明はこれ1分32秒7までタイムを上げていきます。2秒前半なんですが、後ろの辻子選手は34秒8。これでアマクラスのトップ3がまた詰まってきますね。オレンジとブラックのマシン、カーナンバー45辻子のマシンはこの周回も34秒台。ただタイガーウッド、バンクシーがちょっとペース上げています。34秒7をマークしていまして、逆にちょっと離れていますね。4周終了、現在は5周目に入っています。今日のレース、そして明日のレースともに周回数は17周で行われていきます。 PCCJ です。さあこのポルシェのカップカーとしては最初に、登場したのはタイプ964と呼ばれます空冷のマシンがまず90年にですね、生産されていきまして、でそこからこのポルシェカレラカップというレースはスタートしています。その後タイプ993と呼ばれます、それが空冷最後の、カップカーだったんですけども、そこから2000年代に入りまして、タイプ996と呼ばれます、現行のですね、現行だといいますか、水冷エンジンが搭載されているカップカーを使って2001年からこの日本では PCCJ スタートとなっています。そして、大体こう車っていうのは4年に1回モデルチェンジがあったりもするんですが、この PCCJ でですね使われます車両というのは逆に4年でマイナーチェンジなんていうのもあったりもするんですよね。このポルシェっていうのは前期型後期型っていうのもあったりします。さあこれで5周終了、レースの差が詰まってきたようにも思われます。ヘアピンコーナー進入ですが、さあここはちょっと本木がですね、カーナンバー10番本木が、硬直状態になりつつありますけど、ランキング2番手の山田亮はせめてこの前暮れの前には出ておきたいというのはあると思います。そしてランキング3番手91番の変山ですが、スタートの遅れ、そこからですね、4番手まで挽回をしているんですけども、前3台はいずれも同じプロクラスのマシンということもありまして、なかなかちょっとですねその差は詰まっていかない、ほぼ同じようなラップタイムでですね周回を重ねていくのみという形になっています。現在4番手。さあそしてプラームの突破争い、武井、本木、浜崎も最終コーナーにやってきますが、この周回もですねその3台位置関係が変わっていません。さあそしてやはり2番手3番手プロクラスは詰まりましたね。2番手の呉と3番手の山田、この周回またコンマ3秒詰まっています。残りは6周。
この後の焦点になりそうなのはですから、プロクラスの2番手争いとあとはプロアマのトップ争い3台残りあと6周で、どういう風なですね変動があるんでしょうか。ようなそんな風にも見えました。さあトップクラスオーバーオールの2番手争いが詰まってきました。さあクレリムスケはここまで今シーズン、第1大会の鈴鹿そして第2大会の藤と3戦連続でこれまで4位というチェッカーとなっていまして、クレリムスケこの2番手はもちろん PCCJ の初表彰台の位置ということになります。これまでですから第1戦、第2戦、第3戦と、表彰台という面でいきますと第1戦ではですね、藤波清人選手が参戦をしていて、その時にはそしてアマクラスはカーナンバー88タイガー・ウー選手という結果となりました。明日は11時50分よりポルシェカレラカップジャパン第5戦の決勝レースの模様をお届けいたします。本日はご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。